ジャンは、スタンダードな技と、独自の要素を兼ね備えたキャラです。肘、膝、下段全回転など、攻めに使いやすい技を持っていて、その攻めに変化を加える特性として、ため攻撃があります。ジャンは、ボタンを押しっぱなしで溜めることで、技を強化したり、溜めている最中に別のボタンを押すことで、技を変化させたり、溜め攻撃をガードさせた時のみ、派生可能な技まであります。さらに、さばき技もあるので、守りもなかなか優秀です。弱点としては、前方向以外の投げのダメージが低いです。最大投げも壁投げも前方向のため、最も警戒されますが、それ以外では、最大で50か、少しダメージが心もとないです。有利時に出す、カウンターで浮く技がないのも弱点です。大抵のキャラには、15から17フレームの、カウンターで浮く技がありますが、ジャンにはそれがなく、小さい暴れにダメージが取れません。総じてジャンは、有利時の期待値はやや低いものの、派生やため攻撃を生かした大きな選択肢で、強引にダメージを取ることが可能なキャラになっています。66P は、ジャンの代名詞とも言える中段です。主に、リーチを生かして、中距離からの牽制で使います。この技はヒットすると、相手が特殊なやられになり、ノーマルなら18フレーム、カウンターなら28フレームもの間、立ちガードとしゃがみガードしかできなくなります。また、その間に受けた打撃は、強制的にカウンターになります。そのためヒット時は、中下段で強力な2択をかけられます。2択に使う中段は、ノーマル時は 66P、カウンター時は 4P プラス K。下段は 2KK が使いやすいです。また、ここで当てた 66P は、通常のカウンターとやられ方が変わり、46K プラス G や 33PK で追撃が可能で、合計ダメージも大きいです。4PP は、連続ヒットする、上段中段の連携です。初段が背側3回転なので、ジャンの背側への避けに有効です。また、2段目を貯めることで、ガード時は大幅に有利に。ヒット時は腹崩れになり、コンボを入れることができます。さらに、ため中に G で、攻撃をキャンセルしたり、ため中に K で、中段全回転を出すこともできます。46PK は、連続ヒットする、上段中段の連携です。主に、マイナス14から16フレームの、立ち状態の技への、確定反撃で使います。3PP は、連続ヒットする、中段中段の連携です。当てて不利ですが、ガードされても反撃を受けないので、有利時にとりあえず出す、低リスクな連携として使えます。33PK は、リーチの長い、中段中段の連携です。そのリーチを生かして、距離を詰める目的で使えます。また、2段目を貯めることで、上段ガード不能に派生したり、ため中に P で、上段全回転を出すこともできます。特
特に、ため中 EP は、ヒット、ガード時の状況が良く、しゃがまれない限りは、かなり強力な技になっています。1P は、腹側半回転の下段です。主に、ジャンの腹側に避ける相手に有効で、ガードされても反撃を受けないので、使いやすい下段です。また、ジャンの背側が壁の時に当てると、壁よろけになるので、そこに6系が確定し、コンボを入れることができます。6系は、中段のコンボ指導技です。主に、マイナス17フレーム以上の技への、確定反撃や、暴れで活躍します。4KP は、連続ヒットする、中段上段の連携です。主に、マイナス15フレームの技への、確定反撃や、初段が膝なので、さばき技対策として使えます。また、2段目を貯めることで、ガードさせて有利な中段を、ため中2系で、当てて有利な下段を出すことができます。2系系は、カウンターで連続ヒットする、下段上段の連携です。初段が腹側半回転なので、ジャンの腹側への避けに有効なほか、初段、2段目ともに、ガードされても反撃を受けないので、避け対策を兼ねた、有利時の下段タクとして、非常に優秀です。3K 系は、連続ヒットする、中段中段の連携です。主に、マイナス16フレームの、しゃがみ状態の技への、確定反撃で使えます。P プラス系は、発生の速い上段です。主に、マイナス13フレームの、立ち状態の技への、確定反撃で使えます。3P プラス系は、中段のコンボ指導技です。発生は少し遅いですが、8フレーム以上有利から出せば割り込まれず、ガードされても反撃を受けません。相手がしゃがんでいても、安定したダメージを与えられるので、受け身に重ねるのが、非常に効果的です。6K プラス G は、腹側半回転の、上段のコンボ指導技です。主に、ジャンの腹側に避ける相手に有効です。2K プラス G は、リーチの長い下段全回転です。威力が高く、ヒット時の振りも小さいので使いやすいです。受け身攻めでの 3P プラス系との2択が、シンプルで強力です。必要点連撃は、ガード時のみ射程可能な、打撃投げです。ジャンは、前方向の投げ抜けを仕込んで、立ちガードされると、あまりダメージを与えられず、不利になることも多いので、そのような相手を崩すときに、この技が活躍します。
入力のコツとしては、46P プラス K が触れた瞬間の K と、6段目のボディーブローが当たった瞬間の K を意識することです。膝倉乱れ咲きは、中盤の打撃投げです。3K や 3P プラス K より、リーチが長いので、バックダッシュ対策や、バックダッシュ打撃として使えます。入力のコツは、43P プラス K がヒットした瞬間の K だけを意識して、それ以降は、戦闘入力で問題ありません。ため攻撃ガード GPP 系は、連続ヒットする、中盤指導の連携です。ためれる技であれば、どの技からも移行可能な連携で、主に、ため攻撃をガードさせた後の、中段タクとして使います。ため攻撃ガード時系系は、連続ヒットする、下段上段の連携です。ヒット時は、コンボを入れることができます。ただし、どちらの派生も、背側への避けで回避されてしまうので、そのような場合は、4回転や投げで攻めるのも有効です。4P プラス K プラス G は、上中段 P 肘をさばく技です。さばき成功時に P を押すと、コンボが入る派生攻撃が出ます。4P プラス K プラス G、P 押しっぱなし、G と入力することで、さばき技に投げに通し込むことも可能です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。